毎度、なにわの走り屋ことマサです。今回は日本でも話題の CX50 の昼と夜の外観、そして昼間の内装、ドライビングインプレッションをしたいと思います。じゃーん、めっちゃかっこいいです。CX50 プレミアムプラス 2.5 リッター自然吸気4駆のソウルレッドです。ハイロー二眼ヘッドライトの下にマイナーチェンジ後の CX5 や CX8 と同形状のシグネチャー LED ランプが装着されています。 CX60 から足し算され出したフロントのエアインテークがオフロード感をアピールしています。フロントグリルはピアノブラック塗装がされていて高級感がありますね。 CX5 よりも少し大きいボディサイズですが、実は CX30 と同じスモールアーキテクチャをベースにしていて、ここの LED ランプは CX30 と同じ場所と形状なんです。フロントのエアダクトは空気が抜けるようになってます。目力のあるヘッドライトがめっちゃかっこいいです。全体を見渡すと迫力があってマツダ車らしいバランスの取れたデザインです。幅広になったおかげでデザインの自由度が増えたんでしょうね。皆さんも大好きな CX5 とも見比べてどうでしょうか。こうやって見比べるとボンネットの高さは同じぐらいですね。 CX5 の方はルーフの高さがあるので室内高がありますね。前から見ると横幅が見た目でも CX50 の方がありますね。タイヤは245-4520のオールシーズンタイヤです。ホイールはブラックメタリックのマシンカット仕上げです。CX50 は20インチなので迫力は20インチの方がありますね。縁石に当たったりオフロードを走る時を想定する人は18インチもありだと思います。今までの CX 系では賛否両論だった無塗装フェンダーとサイドスカートがこの車ではアウトドアをより強調しててかっこいいです。後ろまで無塗装で続いているところが無骨でいけてます。この巨体にソウルレッドが存在感をさらに増してるんですよね。アメリカでは高級車にしかついていない自動折りたたみ式サイドミラーが最上級グレードにはついています。塗装はブラックメタリックです。サイドピラーはブラック塗装されていて高級感があります。ここの部分だけシルバー塗装されていてアクセントになっています。テールランプは他の CX シリーズとは違う二眼タイプで大型になってます。マフラーも左右2本出しですね。ボディカブもフラットになっていてオフロード走行でもグラウンドクリアランスを稼いでますね。リアワイパーは CX60 でも隠れていないのでやっぱり出てますね。リアワイパーは隠してあった方がかっこいいと思うのは僕だけでしょうか。 CX50 のデザインで気になるのはワイパーくらいですね。テールランプの上の部分がスモークになってますね。いやー、すっごいかっこいいですよ。フロントはエアが抜けるようになっているんですが、リアはなっていませんね。リアの見た目の比較です。同じアングルから撮影すると結構違いますよね。ソウルレッドも影響してますね。CX5 が同じ色や白だと少し違って感じるかもです。ニアータちゃんも白を見た後で黒を見るとだいぶ小さく感じました。
それにしてもめっちゃかっこいいです。この給油口あたりの明暗がたまらないですよね。CX50 のデザインは新しい挑戦なんですかね。他の車種ではプレスラインをはっきり出さなかったんですが、この車では強く出てますね。ルーフレールもシルバー処理がされていて高級感を感じます。燃費は街乗りリッターあたり 10.2 キロ、高速リッターあたり 12.75 キロで平均リッター 11.5 キロです。将来的にはトヨタ製ハイブリッド搭載も予定されているので気になりますよね。2023年モデル CX50 2.5 リッター自然吸気プレミアムプラスソウルレッドブラックレザーにブラウンのステッチの1台です。価格は36,400ドルです。ここで円換算したくなると思うんですが、アメリカの給料に対する物価の感覚で364万円って考えてください。ということで総額382万円です。高いような安いようなって感じですね。はい。ドアノブのロックボタンが一体化してます。ドアロックボタンは CX5 はボタン式で CX50 は静電式で見た目がスマートになってました。価格は置いておいて、それにしてもめっちゃ欲しいってなる1台で、久々に本気で欲しいと思ってるんです。こうやってじーっと眺めてられる美しいけどワイルドさも併せ持ってますよね。長身のイケメンだけど筋肉もしっかりついたアスリートな感じっていうんですかね。視聴者の皆さんの印象もコメント欄に書き込んでくださいね。僕が思うマツダ車のいいところが機械的な印象じゃなくって、こうやって人や動物なんかを想像できて愛着を感じやすいところだと思うんです。さっき会ったばかりのこの子なんですが、もうかなり親近感を持ってます。ちゃんとレビューに戻りますと CX5 と比べて 145mm 長く 75mm 幅広で 77mm 低い、ワイド&ローで長さでアウトドア用に荷室を稼いでワイドさと低さで迫力を出している、北米専用だからできた潔さを感じます。写真や動画よりもかっこいいです。芸能人に実際に会うとさらにイケてるのと同じ感覚です。夜にライトで照らされた CX50 はいかがでしたか？引き続き太陽の下での外観、内装チェックからのドライビングインプレッションをお届けします。憧れのパワーリアゲートです。動き回りそうなものを入れるスペースがサイドについてます。パンクしても安心のスペアタイヤもついてますね。ラゲッジのレバーで後席が倒せます。LED で夜間の積み下ろしも見やすそうです。テールランプのスモークがいい感じですね。ラゲッジルームもスーツケースが3個くらい積めそうな必要十分なサイズです。アウトドアを意識してか、ドアハンドルはハードプラスチック製です。実際に見ると安っぽくもなくてなんかいい感じです。リアスピーカーはここです。この車はブラックレザーにブラウンのステッチが入ってます。ターボモデルはテラコッタレザーにブラックラインも選べます。
後席は広くて快適です。シートは柔らかくて触り心地もいいです。USB が2つついてます。プレミアムプラスはマツダ社初のパノラマルーフもついてます。開けてみましょうか。開放感が最高。ルーフに物がいっぱい詰めるようにピラー強度が上げられてるんです。ドアを閉めた時の静粛性チェックをしてみましょう。Oh, very quiet. Very quiet, yeah. Oh, the rear gate is open, so I can hear from the rear. Oh, is it? I was like, I hear something. エアコンの音が一番大きい音らしい The です。 AC is the loudest thing, and then you got ventilated seats on the higher trim, Uh-huh. and they're pretty loud too. But if you turn everything off, Oh yeah. it's very quiet. Yeah. Because it's quite loud outside with the freeway, and yeah, it's nice. すっごい静かになりますね。安全装備もすべて標準装備です。シート中央のラインが硬いと苦情を聞いてたんですが、実際は何も感じません。じゃあ運転席をチェック。運転席は8方向パワーシート、助手席は6方向です。2人分のシートメモリー機能もついてます。フロントのドアハンドルもオフロード感を出すためにハードプラスチックです。マツダはこのモデルでラグジュアリーだけどラフな感じを表現したかったんですね。なかなかいいバランスだと思います。縦型のエアベントがめっちゃいいです。中央のデジタルメーターは表示モードを切り替えることができます。ヘッドアップディスプレイもこのグレードにはついてます。肉眼だと視認性もとてもいいです。ヘッドアップディスプレイは明るさ、上下左右調整も可能です。宮田にもヘッドアップディスプレイが欲しいですね。シートヒーターだけではなくて、ラグジュアリーブランドにしか普通はないシートクーラーもあるんです。夏場に窓を開けてシートクーラーでプチオープンドライブ感覚を味わえそうですね。オフロードモードにすると中央のメーターがガタガタのギアのようなデザインが出ます。好きな感じです。スポーツモードにすると赤くなります。コンソールボックスも深くて必要十分ですね。これはホームボタン、お気に入り呼び出し。宮田ちゃんと違うのはブレーキホールドと電動パーキングボタンくらいですね。家のガレージドアを開けるボタンも3つありますね。3つもあるってことは家を3軒持ってる人がいるんですかね。サングラスホルダーはあると便利なんですよね。パノラマルーフの操作ボタンはここです。賛否両論の
助手席左側のエアベントですが、僕はシンプルで好きです。ステアリングホイール右側にはオートクルーズとレーンキープアシストのボタンが配置されています。デザイン優先の CX50 は CX5 や9と比べてフロントウィンドウの上部が少し近いですね。運転中は気にならないですけどね。左右方向も見やすくて安全に運転できそうです。アメリカではとても珍しい電動収納ドアミラーには驚きでした。最近は狭い駐車スペースも多いので、この機能は日本車らしい気配りですね。エンジンを切ると収納されるので、アメリカ人でびっくりする人もいると思います。ハンドル中央はレザーかレザーに見える素材で、質感はすごく高いです。それではお待ちかねのテストドライブをしたいと思います。やっぱり車は動いてるとかっこいいですよね。CX50 をいろんな角度から堪能できてやばいです。バックオーライですよ。ほんとかっこいいよ言い続けたくなります。マシンカットされたホイールが回ると普通のホイールとは違いますよ。ワクワクします。ドアを閉めた時の音も重厚でいいですね。ボンネットの眺めがピックアップトラックっぽくてアメリカ人が好きそうなデザインです。見切りがいいので車幅はあっても狭い道でも感覚がつかみやすそうです。それでは今流行りの助手席からの彼女目線で味わってください。と言っても左ハンドルなので日本人の人には運転席側の目線ですかね。ここからは実際の音を味わってください。I never got your name. I'm sorry. Oh, Masa. Masa? M-A-S-A. I'm Joey. Joey. Nice to meet you. So, which way should I go? Take a right. Okay. So, I don't know if you heard, they're having the World Games here. Oh, yeah, I heard. A lot of people coming, right? Well, the track we used to go on is by Oak Mountain and comes back to the interstate. I haven't gone down there yet, but that's normally where we go. But if you're familiar with this area, you can go wherever you like. Tell me the best way so I can see this. Let's try to go through Oak Mountain Okay. because there's some good curvy roads back there, and you take the interstate back. Yeah. Okay. And if there's a lot of traffic, we'll just have to turn around. Oh, this is very comfortable suspension. Yes. 走り出しはすごくスムーズです。 Steering feels good. Yeah, it Everything is. feels good on it. Yeah. 聞いていた通り遮音性がいいのでエアコンとシートクーラーの音が一番大きく聞こえます。 It's really comfortable. Well, that's important. Yeah. They're crazy about the armrest being the same height. So when you sit here like this, it's like you're sitting in a chair. Yeah. アームレストの位置が絶妙でソファーに座っている感 So 覚 yeah, で they're す。 having some events here at Oak Mountain, and トルクも必要十分で上り坂も余裕があります。 Yeah, I definitely like the heads up this way. how's it feel? It's good. Yeah.
And I thought it was not enough power, but just for the normal drive, this is. It's fine. Yeah, it's fine. Yeah. It's all about what you're coming out of. Mhm. You know, the things about V6s and turbos, they have Yeah. so much power on the low end Uh-huh. that you get used to that. Yeah. And this is different, but they're not gonna make it slow. It's a Mazda. Yeah. Be quiet too. These ventilated seats are the loudest. Yeah. You see how cool? Oh yeah. But when it's hot and it cool down the seat, so it's Oh, it's comfortable. great. Yeah. Well, what they do is they take the heat out of the seat Oh, instead of okay. trying to force cold air up. I see. So it's a little more efficient. It's supposed to be quicker too. I see. This is quite nice. So you would think eventually to replacing the Highlander with something like this if Yeah. it had enough size, you know. Yeah, I think this is enough size. And if I need something to carry more, I'm thinking to put like a roof carrier. There you go. Yeah. Yeah, they're rolling out more accessories on this car than any other Mazda I've ever seen. So Yeah. there's all kinds of stuff you can do to it. Yeah, this is very comfortable. A little bit tire noise is kind of pronounced. Yeah, you're Is gonna that get because that. of tire or the? It's a big wheel, Yeah. you know. Oh, this is a 245, right? Right, 20-inch Yeah. wheels are I with that see. low Yeah. profile. 'Cause I think the CX-9 was a little bit quieter. Yeah, it is a little quiet. Yeah. It has a different rubber too. Yeah. The rubber compound on the 9 is a lot different than this. This looks like a more sportier compound. Yeah. Good enough. It gets no, the job no, done. no fast, but good enough. At least it sounds good. Yeah, it sounds good. Yeah. Yeah, I like it. It's nice. Yeah, I'm planning on getting one of these. They won't let us buy them yet just because of the shortage, but maybe by the fall we'll have Yeah. some. And I really want it gray or black. Oh yeah. I like this so red though. The sports one. The Soul Red stands out. It's very deep. It's a beautiful red. Oh yeah. You sit there, you know, on the interstate where our dealership is, you can kind of look out the window and see cars go by. The Soul Red Mazdas pop. Oh yeah. I mean, they it really does. stand out. Yeah. I think this is the best red. Yeah. I've never seen like this kind of nice Yeah. red before. You can put on any high-end supercar. Yeah. So this about lanes, centering. It doesn't. Mazda doesn't do the centering, Doesn't do that so much. they're wild. They want you to drive the car. Oh, They yeah, spend all okay. this Yeah, time to it tune does. it. So if you hit the line, it's going to vibrate Yeah. and slightly tug. Okay. It doesn't keep it automatically. Right. I see. They want you to drive the car. They spend so much time on tuning it, the steering and suspension, everything. Nice. Now I'm sure down the road they'll be able to come up with more as that becomes more popular. You've got on the higher trims, you've got the radar cruise control, of course. They've added, so this one's just got radar cruise control. Yeah. So there is a new thing now maybe it's the Turbo Premium Plus where you can let the car drive and stop and go traffic. Oh yeah. It'll adjust, and it's still the early stages of all that. How about this one? If I set the old hold and then stop and go on like heavy traffic, does it automatically start again, or I have to? No, it'll start. Yeah. So Okay. you've got the radar cruise, that's just for highways and interstates. You can use it in traffic situations, but it's not going to work as good as this new. I actually haven't had a chance to play with that yet. It's so new, Yeah. and we haven't had any cars on the lot with it. Yeah, that's right. Let me go a little bit faster. Let's see. When I floor the gas pedal, I feel like kind of Click. click. What is that? That's the design. Is They it? call it a kick down switch. Kick down switch. Yeah. So that actually They're jump the gear. They're letting you know that's the The most power. Oh, Yeah. okay.
That's weird. It's just kind of like a reference. It's kind of weird for me. Everything's about feel, right? With Mazda, they want you to feel everything. You don't need to look down at the gas pedal. It's like, is that all the way down? You want to feel that click, and you're like, okay, now I know it's all the way down. Does other Mazda have one like Oh this? yeah. No, not the Miata, but Like a most six- of the cars and the Oh really? SUVs do. Oh, I didn't know. I didn't floor a CX-9, so I didn't know this. I don't know if the manuals, maybe the manuals don't have it, Yeah, but the automatics do. I see. Yeah, the Miata I always floor that. So. Yeah. That's what that car's about. Yeah. 80 miles. It's not super quiet, but You get a little quiet wind enough. noise. Yeah, but quiet enough to talk. You have to be careful with the classes of vehicles. You know, like the 9 is a class above. So when you compare it to other cars in that price, so this competes with this class very well with the power and how quiet it is and everything Okay. like that. So what does the Mazda thinks they want to take the customer from? They're saying RAV4, Subarus, RAV4, you know, it's kind of a you know, with Mazda they're trying to slice it everywhere. There's CX-30, the 5, the 50. Yeah. But definitely Subaru has been. Yeah. Well, you know, the chassis, with Mazda, the steering and the brake and all that are just. I think they're a little more heavy duty. Yeah. They're designed for you to drive these cars hard, and I've noticed cars like Toyotas and Hyundais and Subarus, they're not. You know, they don't drive very well when you push them hard. Right. Well, they wanted to do Mazda's version Yeah. of, like, you know, they're not gonna. Mazda's gonna be Mazda. That's what I love about them. This is what we do. Is what Yeah. They don't like too boxy of stuff. They put design over, Yeah. I think, interior volume sometimes. But Yeah. this to me is what Mazda's about, and this Yeah. is gonna pull people that maybe have never Yeah. liked Mazdas. Of course, Mazdas are more graceful lines and a little more elegant. Yep. This has more of a rugged feel in it. It's definitely what the Americans seem to prefer. Yeah. You know, the Jeeps. Everybody loves these boxy Oh, Jeeps yeah. and stuff like that. So Yeah. I prefer like the swoopy, nice. Yeah. I mean, Mazdas make beautiful cars. You can just back it in right Back there it if in you there. want. Screen. I love that. And you can get the surround view cameras on the turbo. Oh, okay. model. So there's a few things missing from this one. From the, But I think this camera is it's good pretty enough, wide. though. It's wide angle. Yeah, I mean, like some people want the how do you call, like the 360. Surround 360 surround. Yeah, there you go. I don't think I need it. That's it. But I definitely need a camera, backup camera. Well, yeah, you get spoiled. Yeah, I think so. Oh, what is that? I see that like the kind of. So you must have set your cruise. Oh, So so see, I it's- set the It's 80. mi- Oh, it's 79. keeping track of 79. Oh, okay. And it just gives you a visual of it. Ah, okay. So if you clear that, if you close that out or turn it off, it'll disappear. I see. So, oh yeah, wow, that's that's a nice feature. It's nice to have it digital because you can Yeah. kind of do more with it. Oh yeah, right. And it's not. I like how they still did the analog, just because a lot of customers prefer that. Yeah, but this is definitely nice. And of course, they come with auto wipers and auto Uh-huh. headlights and all that Yep. stuff now. Is this headlight how do you call adaptive? They do on the higher trims, the premium and up. Yeah, they're actually adaptive. Okay. Yeah. How about this one? It'll have it. I had it. Oh, okay. And they're LED now, so Yeah. LEDs are great. They kind of- Oh yeah, it's super much bright. bright, Yeah. ドアを開けると外の騒音がすごく大きいので遮音性の良さを改めて感じました。エンジンルームもチェックしてみます。ボンネットダンパーも標準装備ですね。エンジンやバッテリーなどの重量物はできるだけ内側に置いているところはさすがはマツダですね。ワイドボディのおかげかエンジンルームはすごく余裕がありますね。スカイアクティブ G の 2.5 リッター自然吸気エンジンは187馬力、186パウンドのトルクです。2.5 リッターターボエンジンは210馬力、310パウンドのトルクですが、自然吸気も十分力強かったです。下側の黒い部分が見えますか？
タイヤハウスの裏側がワイドボディになっているので見えてます。ワイドボディキットを純正で装着している感じですよね。LED なのでカメラでは分かりませんが、鼓動ウインカーが前後に装着されてます。鼓動ウインカーを実際に見るのは初めてなんですが、めっちゃいいです。担当さんもこのテールランプは CX50 のオフロード感をよく表現していると言っていました。ドアロックスイッチがドアハンドルと一体化した新デザインは綺麗ですよね。外側のくぼみを触るとロック、内側に手を入れるとアンロックします。このデザインの方がアンロックがスマートで自然ですよね。ロックで外側を押すのは問題ないんですけどね。NE 型のミアタもこのデザインに変わるんでしょうね。今回はこの辺で。動画が面白いと思ったらチャンネル登録、いいね、コメントもお待ちしてます。ほな、おおきにー。